へいらっしゃい。寿司 D ラボへようこそ。今日は魚編の漢字の覚え方を紹介するよ。今回の動画もくだらないけど覚えちゃう。まずはこの漢字、読み方はわかるかな？この漢字はアジだ。魚編に3という字がついているね。アジは刺身でも焼いて食べてもフライにしても美味しい人気の魚だよ。というわけで覚え方はアジフライの味には参っただ。次の漢字はわかるかな？これはナマズだ。刺身で食べるイメージはないし、海の生き物でもないけど、漢字の覚え方の話だから許してね。この字は魚辺に念仏の念という字がついてるね。この覚え方はナマズやねんだ。関西のお寺の子供かな？転入生のナマズはじめくんの挨拶だ。明るい性格ですぐにみんなと仲良くなれそうだね。次はこの漢字。読み方はわかるかな？この漢字はマグロだ。魚辺にあるという字がついているね。この覚え方は寿司の王様、マグロはどこの寿司屋にもあるだ。最近はサーモンの人気もすごいけど、昔からの寿司の代表はマグロのイメージだよね。だから、どの寿司屋にもある。次はこの漢字。読み方はわかるかな？この漢字はブリだ。魚辺にしという字がついているね。ブリは大きさによって呼び方が変わる出世魚で、地域によって少し大きさや呼び方が違うところもあるんだけど、最終的にブリという呼び方にはなるんだ。まるで修行を重ねて達人になるみたいだよね。というわけで、ブリの覚え方は、師匠と再会、久しぶりだ。次は2つ同時に見てみよう。読み方はわかるかな？左側がタラで、右側が恋だ。恋も海の魚ではないよ。タラは魚辺に雪で、恋は魚辺に里だ。これは一気に雪が降ったらふるさとに帰ってこいだ。ちなみに故郷と書いてもふるさとと読む場合があるけど、そっちは生まれ育った場所のことで、今回紹介しているふるさとという字は自分に縁がある場所に使う言葉なんだよ。つまり、故郷としてのふるさとは一つだけど、ふるさとはいくつあってもいいんだ。最後におまけで一つ。この漢字は読めるかな？ヒントはこのイラスト。そう、寿司だ。魚辺にこの字がついているね。これは、うまいという字だ。普段よく使ううまいは、これかもしれないね。今回紹介したうまいという漢字は、元は甘みのある美味しさを表す言葉なんだって。でも今では美味しい意味でも使われているよ。というわけで、覚え方はシンプルに、うまい寿司だ。今回は6種類の魚とおまけを紹介したよ。魚を表す漢字はたくさんあるから、お寿司屋さんの魚編の漢字の湯飲みを見て気になったものがあったら調べてみるのも面白いね。もちろん、リクエストがあればまた覚え方を紹介するよ。今回の動画もくだらないけど覚えちゃう。